線形代数学をさっくりあっさりか。この内積の有効性を理解するというのが今回の本当の狙いね。沼の波動を感じるのだ。そのため内積を問うということは掛け算や割り算を問うことと一緒で、あまり意味は持たないわね。それでは余弦定理の証明をしましょうか。沼の波動を感じるのだ。三角形の高さと底辺を三角関数で表現し直した数式と三角比の基本公式ね。沼なのだ。まあ細かい数式は覚える必要はないけど、証明の流れだけ知っておけばよいと思うわ。どっちみちこんなの覚えられん。なんとなくだけど内積の価値みたいなのが見えてきた気がするのだ。こんにちは、四国メタンです。ずんだもんなのだ。春日部紬です。前回は行列の存在意義ってのをやったと思うのだけど、 G 検定や DS 検定で扱ってるベクトル行列の話を理解するには線形代数学を知る必要があるってのも聞いたのだ。行列が重要ってのは分かりましたけど、それがどういう感じで機械学習とかと紐づくのかが分かりません。そうなのだ。というわけで線形代数学の基礎っぽいのをさっくりあっさりで教えるのだ。さっくりあっさりさっくりあっさり。やかましいわね。線形代数学の基礎といってもそれだけでも結構な情報量になるわね。だからこそのさっくりあっさりなのだ。線形代数学をさっくりあっさりか。線形代数学と言ってしまうとかなりの範囲になるから、ここではこの行列の積を理解することを線形代数学の基礎とするわ。出たのだ。とりあえず暗記するやつ。結局この計算って何してるのかわからないんですよね。まずは一旦この公式を忘れる。せっかく覚えたのに忘れるのか。まあ後でまた出てくるわ。この計算じゃないと都合が悪いってことが認識できると思うわ。これはおとなしく説明を聞いておいた方が良さそう。とりあえず以下の流れで説明するわ。内積の定義、内積の特性、余弦定理、余弦定理の証明の前準備、余弦定理の証明、内積の定義と余弦定理から成分表示の内積を求める、ベクトル内積の公式たち、方程式と内積、連立方程式を行列内積で表現、入力、変換、出力で考える。ただ全部を一気に説明すると1動画が長くなりそうだから、今回は内積の定義と余弦定理から成分表示の内積を求めるあたりまでの説明になりそうね。内積と解にわからんのだ。掛け算なのかそうじゃないのかよくわからんやつ。この内積の有効性を理解するというのが今回の本当の狙いね。沼の波動を感じるのだ。内積の定義。まずは内積の定義の確認よ。演算子は省略されることもあるけど、基本的にはドットになる。このことからドット積とも呼ばれるわね。そして計算結果がベクトルからスカラーになることからスカラー積とも呼ばれる。出たのだ。ようわからん計算。この内積の理屈がさっぱりわからないんですよね。ぶっちゃけ内積に理屈は存在しないわ。断言した。理屈がないってことになると内積って何なの？そういう計算方法ってだけね。足し算、引き算、掛け算、割り算と一緒ね。ただし特性のようなものはある。とするとその特性が重要ってことになるのだな。内積の特性。内積の特性は2つのベクトルの相関性を知ることができるというもの。ベクトル A、ベクトル B の内積を図示するとこうなるわね。このオレンジのところが内積の計算結果の部分ってことですね。そしてベクトル B のノルムを1とした場合、内積の結果が1に近いほどベクトル A、ベクトル B は似ている。ノルムって何なのだ？まあベクトルの大きさね。ベクトルは大きさと向きを持った量なのだけど、そのうちの大きさだけを指してノルムと呼ぶわ。つまり大きさが1であることが前提ではあるけど、角度 θ が0に近いほど内積の結果は1に近づくってことですね。そうそう。
この相関、つまり類似度のことをコサイン類似度と呼んだりするわね。これ以外の特性としては、畳み込み積分による輪郭抽出や平滑化、直交成分の助長、方程式と強い関係性、様々な数学的テクニックの基本になってるわ。そのため、内積を問うということは、掛け算や割り算を問うことと一緒で、あまり意味は持たないわね。なるほど。それが最初に言っていた内積に理屈は存在しないって話なんですね。余弦定理。内積と方程式を紐付ける重要な定理として余弦定理というものがある。余弦定理は厳密には第一余弦定理、第二余弦定理というものがあるのだけど、ここでは第二余弦定理のことを指すことにするわ。その余弦定理って何なのだ？こういう式ね。ここで出てくる A と B と C は三角形を形成する各辺を指してるわ。こんなに不明な数式を見せられてもわけわからんのだ。それでは余弦定理の証明をしましょうか。沼の波動を感じるのだ。余弦定理の証明の前準備。余弦定理の証明の前にちょっと前準備が必要になるわ。何が必要になるのだ？三角形の高さと底辺を三角関数で表現し直した数式と三角比の基本公式ね。沼なのだ。まずこのような三角形があるとする。まあ、普通の三角形っぽいですね。そして高さを CH とし、底辺を AH と BH に分解する。なんでこんなことするのかわからんけど、まあ言ってることはわかるのだ。そして三角関数を利用してそれぞれを導出するとこれらの式になる。ちょっと待つのだ。さらっとよくわからん式になったのだ。まあ直角三角形の頂点が円に接するイメージで見るとわかると思うわ。CH で見ると円軌道の高さになる。つまりサインシータ。シータは頂点 A の角度が入るのでサイン A。半径は B なので B サイン A。逆に AH の方は円軌道の横軸になるからコサインになるわね。三角形の斜辺を円の半径に見立てて計算しちゃうんですね。三角形と円軌道は割と密接な関係にあるからこの考え方はいろいろ応用が効くわね。そして次は三角比の基本公式。数式としてはこれになるわね。なんで1になるのかわからんのだ。これも三角形と円軌道の組み合わせで証明できるわ。まず半径を1の円に対して角度θ、斜辺の長さが1の三角形を置くと高さはサインθ、底辺はコサインθになる。あとは三平方の定理に当てはめれば先ほどの三角比の基本公式になるわ。なんというか理屈はわかりますけど、何に使うのって感じですね。まあこれら単体で何かをするというより余弦定理の証明の材料ってだけね。余弦定理の証明。まず先ほどの BC、CH、BH と三平方の定理からこの数式が求まる。まあ、代入していっただけってことですね。さらに三角比の基本公式をしよう。よって最終的に余弦定理が求まる。全くわからんが、確かに余弦定理ってやつと同じ式になったのだ。全くわからんって。まあ細かい数式は覚える必要はないけど証明の流れだけ知っておけばよいと思うわ。どっちみちこんなの覚えられん。内積の定義と余弦定理から成分表示の内積を求める。そして内積の定義と余弦定理を組み合わせると内積の表現方法を変えることができるわ。表現方法？最初の内積の定義だけじゃダメなのか？それだけだとうまみがないってことね。ナス角θとなるベクトル A、ベクトル B をもとにこのような図を書く。この場合各辺はこうなる。最後の C だけがよくわからんのだ。ベクトルを座標として捉えるとこうなるってだけね。点と考えると B から A を引いたら C のベクトルの成分にはなりそうですね。ここに余弦定理を適用するとこうなる。これを変形して左辺が内積の定義になるようにする。これが内積の別表現？なんか余計に意味不明な感じになったのだ。まだ途中よ。この数式の右辺を計算していくのだけど、
ベクトル A の成分は A1、A2 とし、ベクトル B の成分は B1、B2 とするわ。ベクトルの成分表示ってやつですね。先ほどの式の右辺に当てはめるとこうなる。つまりこの数式が成立する。右側はベクトルの内積の計算なのだ。この全然違う式が同じものになるんですね。そうそう。そして右辺の式も内積なわけだから、当然内積の性質を持っていることになる。つまりベクトルの相関性評価ができるってことですね。なんとなくだけど内積の価値みたいなのが見えてきた気がするのだ。まとめ。では今回のまとめをするわ。内積の定義を説明。内積自体に理屈はなく、そういう計算という程度の話。内積の特性に重要性がある。内積の特性は2つのベクトルの相関性を知れること。余弦定理を用いてベクトルの成分表示による内積の計算式が導き出される。成分表示による計算でも当然内積の相関性評価の性質は得られる。内積の定義をもとに性質が定まって、その性質はベクトルの成分表示による内積計算でも得られるから、いろいろ利用できるってことですね。とりあえず暗記したあの謎の内積の計算式の有効性が分かってきた気がするのだ。まあ本当の有効性はこの後説明する予定の方程式との関係性を聞けばわかるはずよ。これは珍しく次回が待ち遠しいですね。ちょっと待って、今までは違ったってこと？以上で本動画は終了です。線形代数学の基礎として内積について取り扱いました。内積の本領はここからで、おそらく次回の動画でそれを見ることができると思います。次回と言いつつ結局動画が上がらない可能性もあるのだ。で、疑い深い人は高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。疑い深い人は高評価してくれなさそう。動画の更新はぶっちゃけプ主のモチベーション次第。ウプ主のモチベーションアップのためにも高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そうよ、そういうフォローが大事よ。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。結局は人気シリーズしか更新されない